くり解説。技術革新。2000年から2010年の発明を総まとめ、驚きの進化を遂げた10年間を解説。ねえマリサ、2000年代ってどんな発明があったの？今みたいにスマホとか SNS とかもうあったのかな？あったぜ。2000年代はデジタル革命の黄金期とも言える10年なんだ。インターネットが一気に進化して、世界のつながり方が根本から変わったんだぜ。そうだったんだ。でも、それってどんなものが出てきたの？例えば、スマホの原点になった iPhone が登場したのは2007年、YouTube も2005年に始まって、みんなが動画を投稿する時代になった。Facebook や Twitter もこの時期に生まれて、今の SNS 文化の土台ができたのぜ。そんなに色々なものが2000年代に登場してたなんて驚きだよ。だろ？だから今回は、2000年から2010年の間に登場した世界を変えた発明ベスト10を、私たちがランキング形式でわかりやすく解説していくぜ。第10位、スカイプサービス開始。2003年、インターネット経由での無料音声通話を実現。さて、いよいよランキングの発表だぜ。まずは第10位、2003年にサービスを開始した、スカイプなのぜ。スカイプ？なんか聞いたことあるかも。でも、具体的にどんなサービスなの？スカイプはな、インターネット回線を使って、無料で音声通話やビデオ通話ができるようにしたサービスなんだ。これが出てくる前は、遠くの人と話すには電話会社の高い通話料がかかるのが当たり前だったんだぜ。無料で電話ができちゃうの？それはすごい。でも、なんでそれがそんなに革新的なの？ポイントはそこなのぜ。スカイプの登場で、インターネットに繋がってさえいれば、国内外問わず、時間や距離を気にせずにコミュニケーションが取れるようになったんだ。これは、それまでの電話はお金がかかるものっていう常識をひっくり返す、まさに革命的な変化だったんだぜ。なるほど。遠くに住んでる家族や友達と、気軽に顔を見ながら話せるようになったってことだもんね。仕事とか、海外とのやりとりでもすごく便利になったんじゃない？その通りだぜ。スカイプは、個人的なコミュニケーションだけじゃなく、ビジネスの世界にも大きな影響を与えたんだ。国際電話のコストを劇的に下げて、国境を越えた連携を容易にしたんだぜ。今でこそ色々なサービスがあるけど、インターネット通話の普及に火をつけたのは、間違いなくスカイプの功績なのぜ。当たり前のように使ってる人も多いかもしれないけど、その始まりは2000年代だったんだね。第10位にふさわしい、すごい発明だね。第9位、Google マップ。2005年、地図とナビゲーションを再定義。さて、お次は第9位だぜ。2005年に登場した、みんなもきっとお世話になってるであろう、Google マップなのぜ。Google マップ？よくスマホで道案内してもらうやつだね。あれって2005年に始まったんだ。そうなんだぜ。Google マップが登場するまで、外出先で道を知りたいときは、紙の地図帳を持ち歩いたり、事前に地図を印刷したりするのが普通だったんだ。確かに、昔は地図とにらめっこしながら歩いてたイメージあるかも。それが、Google マップが出てからは一変したんだ。インターネットに繋がっていれば、いつでもどこでも、最新の地図が見られるようになった。しかも、目的地までの最適なルートを教えてくれて、今いる場所も正確にわかる。これは、地図の利用方法そのものを根本から変える出来事だったのぜ。なるほど。ただの地図じゃなくて、道案内までしてくれる。しかも常に最新の情報で、これで知らない場所に行くのも怖くなくなったっていうか、すごく便利になったよね。まさにその通りだぜ。Google マップは、目的地検索、交通情報の確認、お店の情報探しなんかもできるようになって、私たちの移動や外出のあり方を劇的に変えたんだ。今や日常生活に欠かせないツールになってるけど、その始まりは2000年代だったってことを忘れちゃいけないのぜ。Google マップがない生活なんて、もう考えられないもんね。これも第9位にふさわしい、すごい発明だね。第8位、ウィキペディア。2001年、集合地によるオンライン百科事典。
続いて第8位だぜ。2001年に誕生した。知りたいことがあればまずはここを見るって人も多いんじゃないか？ウィキペディアなのぜ。ウィキペディア。ああ、インターネットで何か調べ物すると、よく一番上に出てくるやつだね。あれも2000年代なんだ。そうなんだぜ。ウィキペディアは集合地、つまり世界中のたくさんの人たちが知識を寄せ集めて、みんなで作っていく無料のオンライン百科事典なんだ。これが出る前は、百科事典っていうと分厚い本で、値段も高くて、おいそれと手が出せるものじゃなかったんだぜ。集合地？みんなで作る百科事典？なんかすごい仕組みだね。でも、それがそんなにすごいの？ああ、これが本当にすごかったのぜ。ウィキペディアの登場によって、ありとあらゆる分野の情報が、インターネットに繋がってさえいれば、誰でも無料で簡単に手に入るようになったんだ。しかも、常に新しい情報に更新されていく。これは、知識へのアクセスの仕方そのものをガラリと変えちまったんだ。なるほど。昔は図書館に行くか高い本を買うかしなきゃ得られなかった情報が、家で気軽に調べられるようになったってことか。学校の調べ物とか、すごく助けられた人も多いんじゃないかな。その通りだぜ。ウィキペディアは、情報収集のあり方を根本から変え、多くの人に学習や探求の機会を平等に与えたんだ。もちろん情報の正確性には注意が必要な場合もあるが、これほど巨大で網羅的な知識の宝庫を無料で提供した功績は計り知れないのぜ。まさに第8位にふさわしい発明だ。私もよくお世話になってるから、その凄さはなんとなくわかる気がする。これも本当にすごい発明だね。第7位 iPod。 2001年、ポータブルデジタル音楽プレイヤーの代名詞に。さあ、どんどん行くぜ。第7位は、これも音楽好きにはたまらない発明品だ。2001年に登場した iPod なのぜ。iPod。リンゴのマークのやつだよね。なんか色々な形のがあった気がする。その通りだ。iPod が出る前は、外で音楽を聴くとしたら、CD プレイヤーとか MD プレイヤーを持ち歩くのが主流だったんだ。でも、CD は何枚も持てないし、MD も入れ替えるのが面倒だったりしたんだぜ。確かに、CD ケースを何枚も持って歩くのは大変そう。そこで現れたのが iPod だ。小さな本体の中に、CD 何百枚分、数千曲もの音楽データを入れられる。しかも、クリックホイールっていう独特の操作方法で、たくさんの曲の中から聴きたい曲を簡単に選べたんだ。これはまさに、ポケットに音楽ライブラリを持ち運べるようにした、画期的な発明だったのぜ。そんなにたくさんの曲を持ち歩けるようになったんだ。それはすごい。音楽を聴くのがもっと手軽に、もっと楽しくなったんじゃない？まさにその通りだぜ。iPod は、音楽の聴き方そのものを変えちまったんだ。iTunes ストアとの連携もあって、曲を買うのも手軽になったし、自分の好きな曲だけを集めたプレイリストを作って、気分に合わせて音楽を楽しむスタイルが広まったんだ。ポータブルデジタル音楽プレイヤーといえば、まさに iPod の代名詞になったのぜ。小さくてたくさんの曲が入って、おしゃれで使いやすい。当時の若者にはすごく流行ったんだろうな。これも音楽の歴史を変えた、すごい発明だね。第6位 AWS。 Amazon Web サービス S。 2006年、クラウドコンピューティングの基盤を提供。さて、第6位にランクインしたのは、もしかしたらみんなは直接触れる機会は少ないかもしれないけど、今のインターネットを語る上で欠かせない存在なのぜ。2006年に始まった AWS、Amazon Web サービスだ。AWS？ Amazon ってあの通販の Amazon だよね。それのウェブサービスって、一体何がすごいの？良い質問だぜ。レイム、AWS は簡単に言うと、インターネット越しに、コンピューターの力やデータを置く場所を貸してくれるサービスなんだ。これが出てくる前は、何か大きなインターネットサービスをやろうと思ったら、自分たちで高いコンピューターを何台も買って、それを置く場所も用意して、電気代もかけて、莫大な初期投資が必要だったんだ。それは大変そう。お店を出すみたいに、
場所と設備を全部自分で用意しなきゃいけなかったんだね。そうなんだ。それが AWS のおかげで、必要な時に必要な分だけ、インターネット経由でコンピューターのパワーや容量を使えるようになった。つまり、莫大な初期投資なしに、新しいサービスを始めたり、急にたくさんの人が使っても大丈夫なように規模を大きくしたりするのが、すごく簡単に、そして安くできるようになったんだ。これは、インターネットを使ったビジネスのあり方を根本から変えちまったのぜ。なるほど。自分たちで全部持たなくても、必要な時に必要なだけ借りられるから、色々な新しいサービスが生まれやすくなったんだ。私たちが普段使ってるインターネットのサービスの裏側で、AWS みたいなものが動いてるってことなんだね。まさにその通りだぜ。今、みんなが使ってるウェブサイトとか、スマホのアプリとか、たくさんのオンラインサービスが、AWS をはじめとするクラウドの上で動いてるんだ。新しいアイデアを持った人たちが、手軽にそれを実現できるようになった。AWS は、まさに今のインターネットの多様性と進化を支える、見えないけど超重要な基盤なのぜ。第6位にふさわしい、縁の下の力持ちだ。直接は知らなくても、実は私たちの生活をものすごく便利にしてくれてるサービスなんだね。すごいなぁ。第5位、Twitter。2006年、リアルタイム情報共有を可能にしたマイクロブログ。さあ、待ちに待った第5位の発表だぜ。これも今の時代には欠かせない、みんなのつぶやきが集まる場所。2006年に誕生した、Twitter なのぜ。Twitter。これも毎日見てるって人、すごく多いんじゃないかな。でも、Twitter の何がそんなにすごいの？ Twitter の革新的だった点は、リアルタイムの情報共有を、ものすごく手軽にしたことなのぜ。それまでブログとかはあったけど、もっと気軽に、短い文章で今の気持ちや出来事をすぐに発信できるマイクロブログっていう新しいスタイルを作ったんだ。マイクロブログ、短い文章で、すぐに発信できる。なるほど。なんか、思ったことをすぐにパッと言える感じだね。そうそう。この気軽さとスピード感が、情報伝達のあり方をガラリと変えちまったんだ。何か大きなニュースがあった時、テレビや新聞よりも早く、現場にいる人たちの生の声や情報が Twitter で飛び交うようになった。世界中で今、何が起きているのかをリアルタイムで知ることができるようになったのは、Twitter の登場が大きいんだぜ。確かに、ニュース速報とか災害情報とか、Twitter で知ることも多いかも。みんなが記者さんみたいに、その場で見たことをすぐに発信できるようになったってことだもんね。その通りだ。個人的な日常の出来事から、社会的な大きな動きまで、あらゆる情報が Twitter というプラットフォーム上で瞬時に共有されるようになった。意見を交換したり、共感を広げたり、時には社会を動かす力を持つこともあった。まさに、リアルタイムなコミュニケーションと情報拡散を民主化した、2000年代を代表する発明なのぜ。うわぁ、確かに、ただのつぶやきだけじゃなくて、社会を動かすほどの力も持ってるんだ。第5位、納得の発明だね。第4位、Facebook。2004年、世界最大のソーシャルネットワーキングサービスへ。いよいよベスト4突入だぜ。第4位は、これも世界の多くの人が使っているであろうサービス。2004年にマーク・ザッカーバーグ氏によって始められた、Facebook だ。Facebook、友達がやってるってよく聞くけど、Twitter とかとはまた違うの？そうだな。Facebook はソーシャルネットワーキングサービス、略して SNS の代表格だ。もともとは大学のネットワークから始まったんだが、瞬く間に世界中に広まって、人々のオンラインでのつながり方を根本から変えちまったんだぜ。人々のつながり方を変えた？具体的にはどんな風に？ Facebook が登場する前は、インターネットで人と交流するって言っても、掲示板とかチャットとか、匿名での交流が多かったんだ。でも Facebook は、実名で登録して、自分のプロフィールを公開し、友達と繋がることを重視したんだ。確かに Facebook って、顔写真とか本名とか、
結構しっかりプロフィールを載せてる人が多いかも。そうなんだ。この実名でのつながりが重要で、昔の友人を探したり、離れて住む家族と近況を共有したり、趣味の合う人たちとグループを作って交流したりと、現実世界の人間関係をオンライン上に持ち込む感覚だったんだ。日常の出来事や写真を気軽にシェアする文化も、Facebook が広めた側面が大きいぜ。なるほど。手紙とか電話だけじゃなくて、もっと気軽に、たくさんの人と自分の生活を共有できるようになったんだ。世界中に友達ができる、みたいな。まさにそうだぜ。Facebook は、個人のコミュニケーションだけでなく、情報収集やコミュニティ活動の場としても巨大化していった。世界最大の SNS として、私たちの人間関係や情報の得方、そして社会のあり方にまで大きな影響を与えたんだ。第4位にふさわしい、インターネット時代の人間関係を再定義した発明なのぜ。友達とのつながりを大切にするっていうのが、Facebook の凄さなんだね。これも本当にすごい発明だ。第3位 YouTube 2005年オンライン動画共有の爆発的普及。さあ、ついにベスト3に突入なのぜ。第3位は、今や私たちの生活に欠かせない、暇つぶしにも勉強にも使えるあのサービスだ。2005年に誕生した、YouTube なのぜ。YouTube、来たー。これはもう、知らない人はいないんじゃないかな。私も毎日見てるよ。そうだろうな。YouTube が登場する前は、インターネットで動画を見るって言っても、画質は悪いわ、読み込みは遅いわ、そもそも個人が作った動画を世界に公開するなんて、専門知識がないとまず無理だったんだ。ああ、そうだったかも。なんか、カクカクした小さい画面で見るイメージ。それが YouTube のおかげで、誰でも簡単に自分の撮った動画をアップロードして、世界中の人に見てもらえるようになったんだ。見る側も、パソコンだけじゃなく、スマホでいつでもどこでも、高画質の動画をサクサク見られるようになった。これはまさに、オンライン動画共有の扉をこじ開け、爆発的に普及させた発明なんだぜ。すごい、投稿するのも見るのも、すごく簡単になったんだ。プロの作った動画だけじゃなくて、いろいろな普通の人が作った面白い動画とか、ためになる動画がたくさんあって、本当に飽きないよね。その通りだ。YouTube は、テレビなどの既存メディアとは違う、新しい映像文化を築き上げた。個人がクリエイターとして活躍できる場を生み出し、エンターテイメント、教育、ニュースなど、あらゆる分野で動画が主要な情報伝達手段になるきっかけを作ったんだ。まさに、動画時代の幕開けを告げた、記念碑的な発明なのぜ。私も YouTube でいろいろなこと学んだり、楽しませてもらったりしてるもん。第3位、納得の結果だね。第2位 Android 2008年オープンなモバイル OS が競争を加速。さあ、いよいよ第2位の発表なのぜ。これも今や世界中で使われている、スマホの中身を動かしているすごいやつだ。2008年に正式リリースされた、Android だ。Android、私のスマホも Android だよ。でも、Android って何がそんなにすごいの？ Android は、Google が開発したモバイル OS オペレーティングシステム。つまり、スマホを動かすための基本ソフトのことなのぜ。Android の最大の特徴は、オープンソースであることだったんだ。オープンソース？なんか難しそうな言葉が出てきた。どういうこと？簡単に言うと、Android のスマホを作るための設計図や仕組みを、誰でも自由に見て、使って、改良しても良いよ、っていう状態にしたんだ。これによって、世界のたくさんの電機メーカーが、自由に Android を搭載したスマホを作れるようになったんだぜ。じゃあ、いろいろな会社がそれぞれのスマホを作って、消費者はその中から好きなものを選べるようになったってこと？まさにその通りだ。当時、強力なライバル、ここでは名前は伏せておくぜ、がいたんだが、そっちは自社のスマホでしか使えない OS だった。でも Android は、様々なメーカーが参入できたことで、いろいろな価格帯やデザイン、機能を持った多様なスマホが市場に溢れるようになったんだ。これが、
スマホの普及をものすごく加速させ、技術革新の競争を激化させたのぜ。なるほど。一つの会社だけじゃなくて、みんなでより良いものを作ろう。って競争になったから、スマホがどんどん進化して、私たちもたくさんの選択肢の中から選べるようになったんだね。Android が、スマホをここまで身近なものにしてくれたんだ。そういうことだぜ。Android のオープンさが、モバイル業界全体を活性化させ、多様で高性能なスマホが手頃な価格で手に入るようになった。これは、間違いなく2000年代、いやそれ以降も含めたデジタル化社会を牽引した、超重要な発明なのぜ。第2位、文句なしの発明だ。Android のおかげで、たくさんの人がスマホを持てるようになったんだもんね。すごいや。第1位 iPhone。 2007年、スマートフォン時代の到来を告げた革命的デバイス。さあ、いよいよ栄えある第1位の発表だぜ。2000年代が生んだ最高の発明品は、これしかないだろう。世界を一変させた、2007年誕生の iPhone だ。iPhone、やっぱり来たか。これは本当に、今の私たちの生活に一番深く関わってるものかもしれないね。その通りだぜ。レイム、iPhone が登場する前にもスマートフォンと呼ばれるものはあったにはあったんだ。だが、それは一部のビジネスマンが使うような、難しくて使いにくいものだったんだぜ。ふむふむ、なんだかボタンがたくさんついてて、操作が難しそうなイメージかも。そう、そこでスティーブ・ジョブズ氏が発表した iPhone は、それまでの常識をひっくり返したんだ。物理的なキーボードをなくして、指で直感的に操作できる大きなタッチスクリーン、美しいデザイン、そして何より、インターネットや様々なアプリをいつでも、どこでも、簡単に使えるようにしたんだ。あのつるっとした画面を指でスワイプしたりタップしたりする操作感。あれ、初めて見た時すごくびっくりしたもん。パソコンみたいにインターネットが見られたり、いろいろなアプリを入れられるようになったのも iPhone からだっけ？まさにそこが革命的だったんだ。iPhone は、単なる電話やメールの道具だった携帯電話を、手のひらの上のコンピューターへと進化させた。これによって、みんながモバイルインターネットを日常的に使うようになり、アプリという新しい文化が生まれ、私たちのコミュニケーション、情報収集、エンターテイメントのあり方すべてが変わったんだぜ。すごい、iPhone がなかったら、今のスマホで当たり前にできてることの多くが、もしかしたらまだできてなかったのかもね。世界中の人々の生活スタイルを変えちゃったんだもんね。そういうことだ。iPhone は、その後の Android も含めたスマートフォンの普及の口火を切り、モバイルインターネット、アプリ経済、そして全く新しいライフスタイルを創造した。まさに2000年代、いやデジタル時代のアイコンとも言える、歴史を変えた大発明なのぜ。文句なしの第1位だ。本当に、私たちの世界をガラッと変えたすごい発明だと思う。第1位、納得だよ。まとめと現代への影響。これで2000年代の発明ベスト10、全部見てきたぜ。どれも今に繋がるものだったな。スマホや SNS、動画サイト。今の暮らしの基礎が、この10年間に作られたんだね。そうだな。あの頃の技術が、今のデジタル社会を形作ったんだ。次はどんな発明が待ってるか楽しみだぜ。みんなが思う、この発明も忘れてないっていうのがあったら、ぜひコメントで教えてね。最後までご視聴いただきありがとうございました。これからも役立つ情報をお届けいたしますので、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。コメント欄でご意見や質問もお待ちしています。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。今日も一日良い日で、またね。